こんにちは、青野です。今回の話題はこれです。ドーン。最近静かなビットコイン。次に急騰するタイミングを当てよう。チャートドーン。これはビットコインの冷やしです。2023年の元旦発は 16,541 ドル。1月に7本連続の要線をつけて2万ドルを突破し、2月に 25,250 ドルをつけました。3月にアメリカの銀行に破綻懸念が生じた影響で下落に転じ、アメリカの予算教書で暗号資産の課税強化が提案されたのと、ニューヨーク州が空港員を提訴してイーサリアムは証券だと主張したネガティブニュースによって、安値 19,549 ドルまで下がりました。しかし、アメリカの3つの銀行の連鎖破綻によって金融機関に対する信用不安が生じ、アメリカの中央銀行は信用不安に対処するために銀行に巨額の融資をして流動性供給を行ったことでビットコインの価格が急反発し、2月の高値を突破しました。なぜ中央銀行が銀行に巨額の融資をするとビットコインの価格が上昇するのかについては他の動画で説明しているのでそちらをご覧ください。説明欄にリンクを貼っておきます。3月中旬以降は 27,000 ドルから 29,000 ドルくらいの間で推移し、3月30日に年初来高値の 29,184 ドルをつけました。追記。これはビットコインの冷やした後にボリンジャーバンドを追記したものです。ボリンジャーバンドはアメリカのボリンジャー氏が考えた帯で、移動平均線の上下に引く価格のばらつきを想定した補助線です。値動きが大きくなるとボリンジャーバンドの幅は広くなり、値動きが小さくなるとボリンジャーバンドの幅は狭くなります。3月中旬にボリンジャーバンドの幅が急拡大した後、3月後半は縮小がついていることから、最近値動きが小さくなってきていることがわかります。下に表示されているのはビットコインの出来高です。出来高は取引が成立した数量のことです。例えば、ビットコイン3枚を400万円で売りたい人と、ビットコイン3枚を400万円で買いたい人の取引が成立した時の出来高は3です。3たす3イコール6ではなく3です。このチャートの出来高はバイナンスの出来高です。紫色の線は出来高の20日移動平均線です。最近の出来高を見ると、3月後半から急に少なくなっていて、4月1日に今年最低の 31,195 をつけました。31,195 以下をつけるのは2022年6月5日以来の10ヶ月ぶりです。出来高の平均値も年初来安値の更新がついています。このように2023年のビットコインは年明けから大きく上昇し、金融不安の追い風が吹く中、最近値動きと出来高が急激に小さくなってきています。ボリンジャーバンドはトレンドが継続している最中も収縮と拡張のサイクルを繰り返すので、収縮イコールトレンド転換の可能性が高まっているとは限らず、何かのニュースをきっかけにトレンドが継続する方向に再び大きく動き出すことも多いです。そこで今回は近いうちに話題になるビットコインのポジティブニュースを予想します。ズバリこれです。ドーン。ビットコインを1枚以上保有するアドレス数が史上初のミリオン。ミリオンは100万のことです。数字を英語で読むときの単位に使う100は100、1000は1000。例えば10万を英語で読むときは100,000のように100と1000を組み合わせて読みます。そして1000の次は一気に桁が飛んでミリオンの100万です。1億円以上持っているお金持ちのことをミリオネアと言ったり、100万枚以上売れた曲をミリオンセラーと言ったり、ミリオンは記録達成を称賛する言葉として使われるイメージがあります。そのためビットコインを1枚以上保有するアドレス数がミリオンを達成したら、大きなニュースとして注目され、ビットコインの価格にプラスの影響を与える可能性があります。ビットコインのブロックチェーンは送金履歴が全て公開されているので、どのアドレスが何枚保有しているのかを集計することができます。ビットコインの発行上限は2100万枚なので、仮に1人1枚を保有したとしたら、保有者数は2100万人。世界人口は80億人なので、ビットコインを1枚以上保有できる人数は、最大でも世界人口の 0.26% だけです。
誤送金や秘密鍵の紛失によってアクセスできなくなった分を考慮すると、ビットコインを1枚以上保有できる最大人数は2100万人よりももっと少ないと考えられます。なので、ビットコインの普及が進んだ場合、1枚以上保有している人はこれから一目置かれる存在になるかもしれません。チャートだ。黒色の線はビットコインの価格。オレンジ色の線はビットコインを1枚以上保有するアドレス数です。この動画では単純にアドレス数と呼びます。2009年1月にビットコインが誕生し、アドレス数は1から始まりました。取引所での売買は2010年から始まり、価格の上昇とともにアドレス数も増加していき、2013年の爆上げで価格が頂点をつけた2013年11月のアドレス数は24万。暴落後に底をつけた2015年1月のアドレス数は35万。その後増加ペースが速くなり、2017年の仮想通貨バブルで価格が頂点をつけた2017年12月のアドレス数は約71万。暴落後に底をつけた2018年12月のアドレス数は70万。その後増加ペースが遅くなり、価格が最高値をつけた2021年11月のアドレス数は80万。2022年からは各国政府の金融引き締めによってビットコインの価格が強くて長い下降トレンドに入りましたが、アドレス数の増加は続きました。というか、増加ペースが加速しているように見えます。ズームイン。これは2021年以降にズームしたものです。2021年以降のアドレス数の最低値は、2021年6月につけた79万。注目なのは、右側の緑色の期間です。2022年11月6日のアドレス数は91万604。そっから増加ペースが加速して、12月18日に97万3568をつけました。なんと42日間で6万2980に増えました。これほど急激にアドレス数が増加した原因は FTX の破綻ショックです。バイナンスが自社保有の FTX トークンを全部売却すると発表したことをきっかけに FTX の顧客の預金引き出しが増えて資金繰りが悪化し経営破綻しました。これにより中央集権取引所に対する信用不安が生じて暗号資産を取引所から自分のウォレットに送金する人が増えたことがビットコインのアドレス数が急増した原因の一つと考えられます。それから2ヶ月間アドレス数の増加が止まっていましたが、2023年3月から再び増加し始めて4月5日は99万3064。100万まで残り6936枚です。チェンジ。これは1枚以上保有するアドレスの1日あたりの平均増加数を年別に集計したものです。過去最高は2015年の 453.4 個。つまり2015年は1枚以上保有するアドレス数が平均で1日453個増えたということです。2016年は84個に急減したと、2017年の仮想通貨バブルでビットコインの価格がものすごい爆上げをしました。2位は昨年2020年の 447.3 個で、2015年の記録に近いです。2015年の平均増加数が大きくなった理由は、2015年12月に異様な急増が発生したためで、2016年に急減して元に戻りました。仮に2015年12月を異常値として除外した場合の平均増加数は250個で、2022年が過去最大になります。発射準備 OK！ 2023年の増加ペースは1日 160.8 個なので、このペースがつけば残り43日で100万枚に到達します。よってビットコインが次に急騰するタイミングは5月中旬と予想します。なお、100万超えニュースで必ず急騰すると決まっているわけではないのと、金融危機や規制強化などの別のファンドで価格が大きく動く可能性もあるので、自分で十分調査してから投資判断をしてください。一条アドレスが100万を超えたら Twitter で速報します。以上、最近静かなビットコイン、次に急騰するタイミングを当てようでした。この動画が参考になったらグッドボタンします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録をお願いします。爆上げしそうなアルトコインを探すならサブチャンネルをご覧ください。Twitter では暗号資産の速報をしているのでご利用ください。
最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。